はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回進めるのは例によって 3D プリントですね。 3D プリントからの鋳造となります。鋳造ももういいという人もいるでしょうけど、鋳造を終わらせないと次に進めないので、とにかく成功するまでやっていきます。今回は前回失敗したこのパーツですね。メダルももう一回一緒やろうと思います。この部品の組み立てですね、やっていこうと思います。まずはそうですね、下処理ですね。まずこの裏がフィラメントが浮いてるところがあるんで、それをなんとかしますね。印刷不良やフィラメントの浮きなどはハンダゴテやグルーガンを使って埋めていきます。よし、1個はあらかた大きい穴が塞ぎました。表と裏で。これをあと3つやってきますね。エンジンパーツですが、こちらはもう一工夫ですね。処置したのもあるんですけど、まだ処置してないのがほとんどなので、このプリントインフィルはライトニングでやってるんですけど、あとは湯道の部分に穴を開けて、なるべく中に空気がこもらないような形にしていきます。前回の鋳造の時に型そのものが膨らんで、鋳造不良が出たので、それの対策ですね。全部の型に穴開け終わったら組み立てていきます。これはプラモデルみたいなもんなので、接着剤塗りながらペタペタくっつけていくだけですね。よし、これであとちょっとこの隙間の部分グルーガンで埋めときますね。先にこっちの組み立てやっちゃいましょう。よし、これで今回やる型、全部できました。じゃあコーティングに移ります。水ガラスベースのコーティング剤ですが、作ってから1月以上経ってだいぶ硬くなってきちゃいましたね。水を少しずつ混ぜてはいますが、あまり長持ちしないようです。とりあえずまだギリギリ使えそうなのでコーティングしてみますが、もしかしたらこっちはダメかもしれないですね。はい、今1個、いくつかコーティングしてたんですけど、ひび割れが出たのと、これちょっと落っことして割っちゃいました、少し。なのでこれ本当は4層やってもう終わりの予定だったんですけど、もう1層重ねてひび割れだけ埋めちゃいますね。水ガラス系のコーティング剤でコーティングしたので、焼成工程に移っていきます。
こんな感じでやっていきます。3つまとめてですねやっていこうと思います。とりあえず100度で20間1時間半ほど型自体を完全乾燥させます。その後段階的に温度を上げて焼成が完了しました。3個焼きましたね。では次、焼成炉使ってまたこいつの焼成やっていきます。やり方はさっきと同じで低温からゆっくり温度を上げていきます。やります。それと前回とちょっと変えたのが、二次燃焼装置に断熱材を入れて温度を上げられるようにしました。これでさらに完全燃焼できると思います。はい、今回は今まで使ってた水ガラスのスラリーコーティング剤とは別にもう1個用意します。型の強度っていう意味では水ガラスのやつはすごくいいですけど、やっぱランディングコストが高い。それと日持ちしない。日数経っちゃうと水ガラスがどんどん硬化してっちゃうんで、その都度作るならいいけど、自分みたいに作りだめするパターンだと結構厳しいですね。ある程度の長期保存が効くようなのものに変更します。一応レシピ的にはこんな感じです。また画面の横っちょにでも出しておきますね。で今回は、水ガラス使わない水と洗濯のり、あとベントナイト使うやつですね。はい、まず10リットルの水。色と上にかけながらこの3倍量。結構シャバシャバだな。ちょっと泡立ちがひどいですけど、一個試しにやってみますね。うわ、結構シャワいぞこれ。大丈夫か。自分の場合こういう白いフィラメントで印刷すること多いんで、このままだとちょっと分かりにくいんで色つけちゃいますね。ちょっとは色ついたかな。あまりにも水っぽいのでベントナイトを追加したりシリカフュームを追加したりして調整しています。おそらくですが、ここで追加したベントナイトのせいでこの後の失敗につながるんだと思います。はい、これ3層目ですね。実は1回失敗して全部剥いでます。で、また3層目まで戻ってきたって感じですね。なかなか水ガラスタイプじゃないスラリーは、ひび割れや剥がれが結構起きやすいですね。
とはひたすらスラリーにつけてエアブローして砂をかけるをとにかく繰り返していきます。はい、乾燥させてったんですけど、この辺ですね、ちょっとひび割れがこういうところに出ちゃったんですね。この辺砂が少なかった場所かなとも思います。これはよろしくない。よろしくないけど、今までもひび割れ出ててもっとひどかったんですよね。それが少しはマシといえばマシです。なのでもう今回このまま継続してきます。はい、これが5層目になりますね。なので砂をまぶしていくのはこれを最後にしようと思います。よし、だいぶぼったりしてきましたね。次はスラリーだけコーティングして終わりです。この水ガラスを使わないスラリーに関しては初期層の定着、初期層2層目ぐらいの定着がうまくいってくれれば正直もうその後は楽なんですよね。だいぶいい感じになったと思います。結構厚く塗れたと思うので、はい、これで最終層ですね。最後はつけるだけ、砂はかけません。こんな感じでおおよそ OK ですね。はい、それではこのちっちゃいやつをいよいよ調整してきます。これは小さいので3つ同時にいきますね。じゃあ準備しますね。で、穴を開けてと少し開口部作っておきます。そしたら新しいスラリーで作った型ですが、正直水ガラスの時よりかなり弱い感じがしますね。なので調整の段階で割れないといいですけどね。それではまず120度セットとでスイッチ段階的に温度を上げてきながら最終温度は800度になるようにしてます。オフにします。これでヒーター切ったので、あとはこのまま放置して温度下がるのを待ちます。はい、常温まで冷えたので中見てみるんですけど、はい、崩壊してますね。ダメかー。難しいな。よいしょ。肌の感じはいいんだけどな。明らかに脆い。まるでおからだな。これはベントナイトが多かったかな。まるで砂だね。全然ダメです。難しいな。当然こっちも同じ成分でやってるんでダメだろうな。ちょっと場当たり的な対策しかできませんが、ここからさらに最終層だけ水ガラスでコーティングして外側を強くすれば型の崩壊自体を防げる可能性が少し残ってますね。なのでそれでやってみてダメなら諦めてまたスラリーの変更調整ですね、再調整してきます。それで
なんとかなってくれるといいけどね。はい、このコーティングがある程度効果があればいいですけどね。最終層だけ水ガラススラリーで固定固めました。こうすれば表層、PLA 側の層はともかくとして外側は十分に強化できるので、まあ運が良ければこれで焼成でなんとかなると思います。まあこれで焼成かけてみます。うまくいってくれるといいですけどね。はい、焼成終わったので、一応焼成終わって温度も下がったので開けてみますけど、まあ対処療法でしかないからあんまり期待できないけど、いや結構ひび割れひどいな。ほい、なんとか型は維持してるって感じですね。これそーっと使えば使えそうかな。まあとにかくやってみましょう、このまま。最後の焼成も終わったので出してみますね。崩壊してるということはないです。よし、とりあえずこれで鋳込みやります。ちょっとひび割れが多いのが気になるけど、まあなんとかなるでしょう。今日は、焼成全部終わったので鋳造やっていきます。まずは型温めますね。温めます。4つにしてます。これも一緒に炒めちゃいますね。で、温度は、350度にしとくか。350度でオンと。湯の温度も十分に上がったので煮込みをスタートします。除去して、はい、ゴミと、よいしょ。引き続き第2弾準備と。はい、では3回目、
原型自体は2回目と同じですね。ただコーティングした型の成分が少し違います。ただこれも型としてはやっぱちょっと失敗でしたね。よいしょ。ではレッツラゴー。最後の煮込み終わりと、あとはちょっと冷え固まるのを待って、やったの全部まとめて開けていきます。はい、全部、煮込み終わりました。あとは型から外していきますね。金槌で叩きながら外せばいいですね。うまくいってるといいけど、今回あんま期待できないですね。まずいつものメダルからいきますか。今開けてますが、今の時点で胃肌ガッサガサなので、ちょっともう期待できないですね。そして水ガラスコーティングのエンジンパーツの方ですが、こちらもいまいちでした。もう胃肌見ればダメだということはすぐ分かりましたね。で、コーティング剤変えたこれですね。これも結局コーティング剤がの配合が良くなかったので、最後は水ガラスで固定する形で無理やりやったんで、これもあんまり期待はできないです。でもこれ最高だ。うわ、これ綺麗にいってる。これはいい。穴がないわけじゃないけど、かなりいい。シリカフュームとベントナイトベースのコーティング剤のものですけど、結構いいです。これは水ガラスのよりいいですね。正直望んだ形にかなり近い、極めて近い状態ですね。よいしょ。じゃあそうするとこいつも期待できるかな。ほぼ完璧かな。なるほど。やっぱコーティング剤ですね、肝は。それでは湯道を切り離しておきます。今回水ガラス系のコーティング剤の方は、ほぼ失敗確定なので、特にメダルですね、そちらはもうこのまま廃棄します。なので綺麗にできたのだけをとりあえず確認してみますね。いいね、だいたい OK かな。
全体的にですが今回はうまくいきましたね。まあ上見りゃきりないですけど、形がある程度きちんとできてくれたっていうのはありますね。細かい部分はなかなか難しいものがありますね。やっぱ PLA で原型を作ると利点としては、まあ寸法が比較的はっきりするっていうのもありますね。これが同じパターンでやったのなんですけど、やっぱ結構スラリー、いわゆるコーティング剤の性能にかなり左右される感じですね。もうぼっこり開いてたりちょっと使えないですね、今回のも。前回と比べてもだいぶマシです。正直これならなんとかこのまま切削に移ってもいいんじゃないかっていうぐらいにはうまくいってますね。この4つはカムシャフトを押さえるためのカバーですねになる予定のものです。かなりこれが一番綺麗にいったかな。うまくいってますね。鋳込み向きとしてはこうなので、上側がちょっと荒れやすいというのはもう仕方がないのかもしれないです。そして今回もう一個やってるのがサイドカバーですね。ツインカムヘッドのサイドカバーの部分やってます。これもかなりいい感じでいってますね。ディテールが細かく出ているっていうのがやっぱり大きいですね。多少の歪みはやはり出ますが、いい感じではないかと思います。よいしょ。はい、こんな感じで、まあまあうまくいってます。まあおおよそ望んだ形になってますね。まあまだまだ課題は多いです。少し膨らみが出ちゃったところとか引けが出ちゃったところ、いろいろありますが、今後もう少し研究を続ければうまくいくと思います。これはまあ何にしてもある程度形になるようになってくれてありがたいですね。あとやっぱ上に面したところは少し荒れやすいですね。この辺は今後ちょっと課題ですけど、これなら十分この後切削加工をやれば形になるんじゃないかと思います。はい、今回はこの辺で終わりにしようと思います。次回はもうちょっとサイズの大きいシリンダーヘッドやシリンダーヘッドカバーもやっていこうと思います。次回はもう本編に移ってると思いますが、ちょっと先行きは不透明な状態です。まあ今後ともお付き合いいただければありがたいです。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。